あの、今日仕事についての相談に来ました。昨日、急に社長にもう明日から来なくていいと言われましたが、それは大変困りますので、どうすればいいでしょうか。まず来なくていいという意味を、しっかりと聞いた方がいいと思います。ずっと来なくていい、クビだということなのか、あるいは一時的に家にいてくださいということなのか、そのどちらであるかで話が変わってきます。まずクビだという場合ですね、日本の法律ではクビにするということは簡単にはできませんので、どうしてクビなのか、その理由は何なのか、そこをまずチェックした方がいいと思います。そのためにはですね、説明をしてくださいと言えばですね、どうしてクビなのか、その理由を書いた書類を社長さんはあなたに渡さなければいけません。それを解雇理由説明書と言ったりしますけれども、それをもらうようにしてください。それをもらった後で本当にクビにならなければいけないのかどうか考えていきましょう。次にですね、クビではなくって一時的に家にいてくださいという場合にどうなるかですけれども、その場合もどうして家にいなければいけないのか、その理由で変わってきます。まず何も理由がないけれども家にいてくださいという場合、それでお給料を減らすことは社長さんとしてはできません。ですので、あなたは 100% お給料全額受け取ることができますので、そのように請求すればいいと思います。他方、コロナで仕事がないという場合ですね、その場合にも 100% のお給料全額もらえるかどうか、それは場合によります。それでも少なくともお給料の基本的な額の 60%、それはですね、請求することができますので、それを社長さんに言ってみてください。これについてはですね、会社の中の決まり事、就業規則と言ったりしますけれども、そういうものの中にも 60% ではなく 80% だとか、そういった定めがあることがありますので、それを確認してみるといいと思います。その 60% もらえる、80% もらえるというもののことを休業手当と言いますので、そういった名前で社長さんに聞いてみるといいと思います。では、急に仕事を辞めろと言われても、それはルールを守られてないということですかね。そうですね。普通、日本の法律の下では、どんな場合でも突然辞めさせるということは認められないと思います。難しい言葉で客観的な合理性とか社会通念上の相当性とか言ったりするんですけれども、会社としては社員さんを辞めさせないように努力しなければいけないと。それでもどうしようもなく辞めさせなければいけないという場合に初めてクビにできるというふうに考えられています。特に1年契約とか2年契約とか期間を定めて働いている方の場合、その途中でクビにするというのは会社側としてはとても難しいことです。ですので、突然クビにされたと言われてですね、すぐに諦める必要はないと思います。昨日、会社を辞めろ。それから、なんかよくわからない紙を出して、これは普通なのでサインしましょうとか言われて、ただ、日本語、本当に難しい日本語がいっぱいありまして、よくわからないけど、それはみんなするからサインしましょうと言われて、どうしようもなくサインしましたが、ダメでしたよね。その紙に書いてる内容がもちろんとても大事になります。よくあることとして、その紙の内容が私は会社を辞めますという内容の紙である可能性があります。日本語で辞職届、辞職願いと言ったりしますけれども、仮にそういった紙にサインをしてしまうと、後でやっぱり私は働き続けたいというのがとても難しくなります。ですので、そういったよくわからない書類が渡されてサインしなさいと言った場合には、
必ず持ち帰って詳しい人に中身を聞いて判断するということが大事です。もしもそういったことができずにサインしてしまったという場合にはですね、それが分からずにサインしてしまったもので、私は本当は会社辞めるつもりはありませんでしたということを一刻も早く会社の人、社長さんに伝える必要があります。伝えるという場合に口で言うだけだと後で言った言わないという話になってしまいます。ですので手紙や E メールでも構わないと思いますが、そういった後で残るものでですね、その紙はサインしたけれども意味がわからなかったです。私は働き続けたいですということを伝えるようにしてください。働くことに関する日本の法律を教えてください。いろいろな法律がありますけれども、最も基本的なことを定めているのは労働基準法という法律です。例えばすぐにクビにしてはいけないとか、例えば明日からも給料は半額だとか、そういったことは日本では許されません。そういったことを決めているのが労働基準法という法律になります。仕事について困った時に相談できる場所を教えてください。まずは労働基準監督署というところに行ってみてください。ここは労働基準法とかそういった日本の法律を会社に守らせる、そういうところです。いろいろな場所にありますけれども、会社の近くの労働基準監督署に相談に行くのがいいと思います。そしてもしもそれでも解決しなかった場合には弁護士さんに相談してみてください。もしもお金の関係で弁護士さんに相談するのが難しいとご不安な方がおられれば、ホーテラスというところで相談に関しては無料で受けることができますので、そちらも探してみてください。ホーテラスは基本的には日本語での相談になります。ですが、日本語以外の言葉での相談をお受けになりたい場合には GCI で多言語ホーテラスを行っておりますので、ぜひともお越しになってください。